皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。本日はステーブルディフュージョンを使って簡単に文字の装飾をしてみようと思います。綺麗な文字を作ってプレゼンテーションやポスター、ホームページなどの文字でみんなと差をつけましょう。それでは早速始めていきますが、本日は簡単に作るというのをテーマにします。手順はたったの3ステップです。1番目、ベースになるテキスチャーをステーブルディフュージョンで作る。2番目、テキスチャーで文字を書く。この時は Photoshop か PowerPoint を使います。3番目、文字を変化させる。これはステーブルディフュージョンを使います。ビジネスでも使えるように短時間でパパッと作れるように解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めましょう。それではまず1番のテキスチャーを作るをやっていこうと思います。今回使用するステーブルディフュージョンのチェックポイントはドリームシェイパーのバージョン8と、もう一つはステーブルディフュージョン SDXL の 1.0 を使っていきます。 SDXL1.0 はテキスチャーを作るのに非常に活躍しますので、これを機会にぜひみんなインストールして使ってみてください。それではまずドリームシェイパーのバージョン8を使ってテキスチャーを作ってみたいと思います。一つ目のテーマは花で飾られた文字を作ろうと思います。プロンプトは一文でA texture filled with repeated pattern of small flowers です。小さな花の繰り返しパターンで満たされたテキスチャーという意味です。そして設定ですが、サンプリングメソッドは DPM++2MSDE カラスを使ってサンプリングステップスが30、画像サイズが 512×768 の3対2の横長の画像になっています。そしてハイレゾフィックスでアップスケーラーのウルトラシャープを使って2倍にアップスケールをしています。それでは画像を生成してみましょう。これが生成された画像ですが、いまいち花のパターンとしてはパッとしないような絵柄になりました。色を指定してみましょう。スモールフラワーズの前にピンクを入れてみます。画像を生成してみましょう。これが生成された画像になります。真ん中に余分な線が入ってきてしまいましたが、この上下の花の部分はテキスチャーとしては使えそうですね。それでは SDXL でテキスチャーを作ってみましょう。チェックポイントから SDXL のベース 1.0 を選びます。そして大事なことですが、VAE をノンにします。画像サイズを 1024×1536 にしてハイレゾフィックスをオフにします。リファイナーという拡張機能を先日の動画で紹介しましたが、このリファイナーをイネーブルにしてモデルにステーブルディフュージョン SDXL のリファイナー 1.0 を選択します。そして選択できるパラメーターですが、基本的に常に20% を選択します。この 20% とはトータルステップ30のうちの 20% をリファイナーモデルが受け持つということになりますので、ステップ24まではベースモデルで画像を生成、残りの6ステップがリファイナーで生成ということになります。それでは画像を生成してみましょう。これが生成された画像になりますが、プロンプトの意味をよく汲み取ってくれて、とても素晴らしいテキスチャーを作ってくれました。この花をさらにリアルにしたければ、次のようなプロンプトに変えます。先ほどのプロンプトに続き、Captured with such detail and realism that they resemble actual flowers in the photograph を付け足します。これは、その詳細とリアルさが写真の中の実際の花のように見えるほどのレベルであるという意味を付け加えています。このように長い文章でも SDXL はよく理解して画像を生成してくれます。それでは画像を生成してみましょう。これが生成された画像になります。プロンプトの意味をよく汲み取って、すごくリアルな花のパターンのテキスチャーを作ってくれました。先ほどのスモールをベリースモールにすれば、もっと細かい花で描いてくれます。皆さんも SDXL1.0 でのテキスチャー作りを試してみてください。では次に、テキスチャーを使って文字を書くをやってみたいと思います。ここは Photoshop のような画像ソフトで書く場合と、PowerPoint のようなプレゼンテーションソフトで書く場合があります。それぞれお使いのものが皆さん違うと思いますので、2つのパターンでやってみましょう。お使いになる方だけ見ていただければ良いと思います。この動画では Photoshop で行うパターンと PowerPoint で行うパターンを紹介します。最初は Photoshop です。ここからは少し Photoshop の話になりますので、関係のない方は飛ばしていただいて結構です。あらかじめ画像サイズ 1536×1024 の新規ファイルを立ち上げています。
先ほど作ったテキスチャーをドラッグ&ドロップして確定すると、テキスチャー画像のレイヤーが付け足されます。文字ツールで横書き文字ツールを選択します。左の T の文字のアイコンを長押しして横書きツールを選択してください。そしてお好きな文字を書いていってください。私はアリスと書きます。ここで一度決定します。そしてこの文字のレイヤーが選択されていることを確認してコントロールプラス T で変形させます。Photoshop のコントロールプラス T は自由変形のショートカットキーですが、非常によく使いますので覚えておきましょう。ぐーっと大きくします。この時の文字はレイヤーマスクの作成に使用するだけですので、色は何色でも良いでしょう。そして次にオブジェクト選択ツールを選択します。このアイコンを長押しするとオブジェクト選択ツールが選択できます。文字レイヤーが選択されていることを再度確認して、すべての文字が入るようにドラッグで囲っていただくと、囲われた範囲の文字がすべてきれいに選択されます。そしてこの状態で右下のレイヤーマスクを押すと、選択された部分が白になったこのようなレイヤーマスクが表示されます。レイヤーマスクは白が見えるところ、黒が見えないところになるマスクです。このマスクをドラッグして花のテキスチャー画像のレイヤーの方に持っていきます。そうするとテキスチャー画像の中のレイヤーマスクの白の部分、つまり文字の部分だけが選択されます。上にあるレイヤーを非表示にすると、このようにテキスチャーでできた文字ができています。そして文字の辺縁を少しぼかしたいので、一度先ほどのレイヤーマスクの部分をダブルクリックしてレイヤーマスクの編集画面を開いてください。このぼかしというところがありますので、そのぼかしのつまみを少し右にスライドしていただくとレイヤーマスクがぼけます。このぐらいにしましょう。そして OK を押してください。これで辺縁がぼけた文字ができました。この文字をファイルから書き出し、ピングとしてクイック書き出しでお好きなフォルダに保存してください。では次にパワーポイントを使った方法について解説していきます。新規のプログラムを立ち上げて、先ほどのテキスチャーをドラッグ&ドロップしてください。そうするとこのように画像が取り込まれます。ここにお好きな文字を入れていってください。そしてサイズを変更していきます。フォントはなるべく太くなるような文字を選択してください。後でぼかしを入れるときに文字が少し細くなりますので、それを見越して目的よりも少し太くしてください。このように文字が書けました。次に下の画像をクリックで選択してからコントロールを押しながら文字を選択してください。そうすると上に図形の書式という項目が出ますので、ここをクリックします。メニューバーを少し左の方に行くと図形の結合というところがありますので、ここをクリックして下から2つ目の重なり抽出を選択してください。そうするとこのように文字の形に切り取られたテキスチャー画像が生成されます。ポイントは選択する順番が大事です。必ず画像を選択してから文字を選択するようにしてください。この絵文字は文字ではなく画像扱いになります。画像を右クリックして図形の書式を選択してください。左から2つ目の効果という項目の中にぼかしという項目がありますので、ぼかしを開いてください。そしてぼかしのサイズを大きくしていただくと辺縁がぼけます。2ポイントから3ポイントぐらいで良いと思います。このまま保存すると背景が透明の文字になってしまいますので、背景を作ります。四角ツールを選択して適当に四角を描きます。大きさを調整するために図形の書式を開いてサイズとプロパティの項目を見ます。サイズを1対 1.5 にしたいのですが、計算するのがめんどくさいので幅に 756px と打ってエンターを押してください。そして高さに 512px と書いてエンターを押してください。そうすると自然に大きさが3対2の四角になります。この四角を背面に移動させて文字を四角の中に入るサイズにしてください。四角の色の塗りつぶしを白にして線はなしにしましょう。これで準備ができました。あとはコントロールプラス A で全てを選択してコントロールプラス G でグループ化してください。右クリックで図として保存を選択してお好きなフォルダに図形として保存してください。では最後のステーブルディフュージョンを使って文字を変化させるをやっていこうと思います。ここではイメージトゥイメージを使います。モデルはドリームシェイパーの8を選択しておきましょう。ドリームシェイパーに戻した時は VAE を FTMSE84 万にしておいてください。
ネガティブプロンプトは皆さんのお使いのテンプレのものを入れてもらえばいいと思います。そしてプロンプトですが、キャラクターズフォームドフロムキュートフラワーズということで、ピンクの可愛い花で作られた文字というプロンプトにします。先ほどフォトショップで作った文字の画像をドラッグ&ドロップします。そしてサイズですが、この三角定規を押すと挿入した画像のサイズが出ますが、今回はこのままにしておきます。デノイジングストレングスは 0.6 ぐらいでやってみようかと思います。それではこの状態で一度画像を生成してみましょう。これが出来上がった画像になりますが、なぜか女の子が出てしまいました。これはこれで可愛いのですが、少し目的と違うものが出ました。この場合はキャラクターズというプロンプトが人と認識されている可能性がありますので、レターズにします。画像を生成していきます。これで花で装飾された文字が生成されました。もう少し花が飛び出た方が可愛いという場合は、デノイジングストレングスを少し強くしていただければいいと思います。0.7 でやってみます。どうでしょうか。今回はバラになりましたが、非常に綺麗な文字が生成されたのではないでしょうか。では次にパワーポイントで作った方の文字を使ってみましょう。モデルも SDXL1.0 に変更しておきます。VAE をノーンにして、リファイナーの拡張機能の項目でイネーブルにチェックを入れて、リファイナーのモデルを選んでおきます。そして先ほどの画像を削除して、パワーポイントで作った方の文字を入れておきます。こちらになります。画像のサイズをチェックしましょう。画像のサイズをチェックするととても大きい画像になっています。パワーポイントを使用した場合は画像サイズに注意が必要です。パワーポイントで指定したピクセル数とは一致しません。サイズを少なくとも半分にしたいので、リサイズ倍を選択して倍率を 0.5 にしましょう。そうしないとアウトオブメモリーになります。デノイジングストレングス 0.6 で画像を生成してみたいと思います。プロンプトは先ほどと同じです。では画像を生成してみましょう。これが生成された画像になりますが、デノイジングストレングス 0.6 では少し文字が変わったかなという程度でした。何度か試してみましたが、SDXL1.0 を使う場合はデノイジングストレングスを大きめにした方が良いようです。それではデノイジングストレングスを 0.7 にして再度画像を生成してみましょう。これが生成された画像になりますが、先ほどよりも文字の外に花が飛び出た立体感のある画像になりました。では次にプロンプトの意味をよく理解してくれる SDXL1.0 ならではの使い方として、リアルなバラで文字を作ってみましょう。フラワーをローズに変えて、そしてテキスチャー画像の作成時と同じで、Captured with such detail and realism that they resemble actual roses in a photograph をプロンプトに追加してやってみようと思います。生成された画像がこちらになります。これが生成された画像になりますが、比較的リアルなバラによって文字が装飾されていることがわかります。デノイジングストレングスなどを微調整して、さらに良い画像を作ることができると思います。では最後に2点だけ補足ですけれども、このように文字の形が壊れてしまった場合、アリスと読めなくなってしまったような場合は、デノイジングストレングスが強すぎるので、デノイジングストレングスを下げてください。文字が読めるギリギリのデノイジングストレングスを探すと綺麗な文字が書けると思います。あともう一つは、トランスペアレントバックグラウンドというフリーのソフトウェアを使用すれば、この文字の背景を消すことができます。概要欄にリンクを載せておきますので、サイトの情報でインストールできる方はインストールして使ってみてください。私は専用の Python プログラムとバッチファイルを作成して、ワンクリックでトランスペアレントバックグラウンドが使えるようにしていますので、今後はこの使い方の動画もアップしようと考えています。ランウェイフォルダに画像を入れて、バッチファイルを走らすと、背景の透明化が始まります。コマンドプロンプトに情報が出てきます。作業が終わると、セーブフォルダの中に日付のフォルダができていて、背景が透明化された画像が入っています。ランウェイ内の画像は、自動的に使用済みフォルダの本日の日付フォルダに移動しています。背景を透過すれば、例えばパワーポイントで文字を使う場合は、このように背景画像の上で自由に動かせる文字として使うことができます。本日の動画の最後に、私が作成した文字を画像と説明文とアリスの歌とともに流します。ではその前に本日のローラのコーナーに行きたいと思います。
本日のローラ。本日のローラは文字の装飾の応用編として使えるローラを紹介しながら、文字装飾の応用編を解説していきたいと思います。紹介するのはミッドジャーニーフェアリーテイルというローラです。このローラにはトリガーワードがいろいろあるのですが、この中のペーパーカットというトリガーワードを使ってペーパークラフト用の文字を作っていきましょう。まず下地になるテキスチャーですが、 SDXL1.0 を用いて作ります。プロンプトは A beautiful texture created from many pieces of origami incorporating multi-primary colors arranging so that there are no gaps between the pieces です。これは原色のたくさんの折り紙で作られたテキスチャーで、折り紙同士の間を空けないという意味です。それで生成された画像がこちらになります。あのような複雑なプロンプトでも SDXL1.0 はかなり正確に画像を生成してくれることがわかります。そして Photoshop でアリスの文字に先ほどのテキスチャーを当てはめた画像がこちらになります。こちらをイメージトゥイメージで変形していきたいと思います。また今回はコントロールネットを使うのですが、レイヤーマスクに使用した文字を画像として保存してあります。コントロールネットにその画像を入れます。今回使うコントロールタイプはラフな輪郭を抽出してくれるキャニーです。イネイブルにチェックを入れて、コントロールウェイトが 0.8、 エンドコントロールステップが 0.8、 コントロールモードはマイプロンプトイズモアインポータントを使います。火花マークをクリックしてプリプロセッサーの画像を見てみましょう。このように細い線でアリスという文字が出てきます。この文字をプリプロセッサーの画像として使います。もう一度プリプロセッサーをするのは時間の無駄ですので、プレビューアズインプットを選択すれば次からのプリプロセッサーの作業を省くことができます。この画像を調節していくのですが、レターズフォームドフロムスモールアニマルズというプロンプトに先ほどのローラを強度 1.0 で適用します。そしてトリガーワードであるペーパーカットを入れます。今回使うモデルはドリームシェイパーバージョン8です。 VAE を選択してから画像を生成していきましょう。このローラは SDXL に対応していません。デノイジングストレングスは 0.55 から 0.75 までを XYZ プロットを使って比較してみます。それでは画像を生成してみましょう。出来上がった画像がこちらになります。これがデノイジングストレングス 0.55。 かわいい動物の絵がある折り紙の文字ができました。そしてこれが 0.6。 立体感が増してきました。かなり良い画像だと思います。そしてこれが 0.65。 ペーパークラフト感が強くなってきて素敵ですね。そしてこれが 0.7。 0.7 もさらにペーパークラフト感が強くなっておしゃれですね。そしてこれが 0.75。 0.75 になると小さい動物が文字のそばに出てきました。とても可愛いですね。私はこの文字がとても気に入りました。皆さんもモデルやデノイジングストレングス、コントロールネットタイプなどの違いによっていろいろな文字が書けると思いますのでトライしてみてください。本日はステーブルディフュージョンを使って文字を装飾してみました。いろいろな方法があり応用が無限に広がると思います。結構楽しいですし、プレゼンやポスターでおしゃれな文字を使用すればみんなの注目を集めるかも。ぜひ皆さんもトライして素敵な文字を作ってみてください。今日のエンディングで紹介する作品ももし余裕があれば最後まで見てくださいね。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。この動画が役に立つじゃんと思われた方はぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。ララ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 風の強さがちょっと心揺さぶりすぎて真面目に見つめた君が恋しいでんぐり返しの日々かわいそうなふりをして誰
らけてみたけど希望の光は目の前でずっと輝いている幸せだ。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。あれは空がまだ青い夏のこと懐かしいと笑えたあの日の恋も離れないでと泣きそうな目で見つめる君と雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて離さないララ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 